図書館で隣り合う誰かと黙々と勉強する時間。毎朝同じ時間に同じ場所ですれ違う人々。言葉は交わさないし、お互いの人生が混じり合うこともありません。けれどそこには誰かの人生を感じられる体温があります。ある夏の日のこと、私は夫と一緒に義理の実家に帰省していました。夫は授業準備のため編み物をしています。授業で編み物とはちょっと変わった組み合わせですよね。これはクラスの子たちへの誕生日プレゼントです。夫が勤めている学校では生徒一人一人のお誕生日をお祝いする文化があります。担任はお誕生日を迎えた子に贈り物をするのです。かれこれ10年ほど同じ帽子を編み続けているので、もう編み図を見なくてもすっかり手が動くようです。そんな夫にある時聞いてみました。編み物を始めたきっかけは？答えはこうでした。フィンランドに行った時に朝市で毛糸が売っていたから、ちょっと編み物をやってみたくなったんだよ。夫は続けて毛糸に惹かれた理由を話してくれました。それが狂気の天才画家ゴッホ。ゴッホが色選びに毛糸を使っていたというのです。夫は美術大学で油絵を学んでいましたから、ゴッホが毛糸を手に取っていたというエピソードがなんとなく心に残っていたのでしょう。ゴッホは本当に毛糸を使っていたのでしょうか。もしかして編み物愛好家？手仕事民の私としてはどうしてもそこが気になり、ゴッホと毛糸の関係について調べることにしました。結論から言うと、ゴッホは確かに色選びに毛糸玉を使っていました。中国製の赤い漆の箱に色とりどりの16個の毛糸玉。彼の残した毛糸玉は今でもアムステルダムのゴッホ美術館に大切に保管されています。当時ゴッホが心酔していたのは色の響き合いの理論。彼は絵の具をパレットで混ぜ合わせることを嫌いました。色が濁り、本来の輝きが失われてしまうからです。万物を混じり気のない黄色の光で溢れさせたい。弟テオへの手紙に綴られた純粋な色へのこだわり。そこで彼が行き着いたのが、反対の色同士を隣り合わせることでお互いを一番美しく輝かせる補色という魔法でした。その実験のために選ばれたのが毛糸玉だったのです。毛糸なら隣り合っても混ざり合うことがありません。何度でも試せるしやり直せる。これも毛糸のいいところですね。ところで混ざり合わないことが大事なのであれば、他のものではダメだったのでしょうか。例えば色のついた布とか固形のクレヨンとか。ここでゴッホの絵を見てみましょう。短い線を単位とする筆色分割という手法が取られています。絵の具をパレットで混ぜる代わりに純粋な色を短い線でキャンパス上に直接並べていく技法です。編み物が好きな私からすると、この筆色分割の生み出す質感がまさに毛糸の質感によく似ていると思います。ちなみにゴッホが影響を受けた画家スーラやシニャックは点描の手法をとっていました。彼らにとっての点がゴッホにとってはストロークに置き換わったのでしょう。これも毛糸玉を使った研究の影響なのかもしれません。ここで絵画療法的な視点を取り入れてみたいと思います。心理学がベースとなっている絵画療法の世界では、ストライプやボーダーなど平行線で構成されるモチーフを人と一定の距離を置きたい、関わりたくないといった心理状況だと解釈することがあります。ゴッホが筆色分割にたどり着いたのも、色が混ざることを嫌がったのも同じ心理の表れだと解釈できそうですね。注目したいのは、ゴッホがこだわっていたのは混ざり合わないだけではなく、隣り合う色がどのようにお互いを引き立てるかというところです。混ざらずに引き立て合う、純粋な色の輝きを灯ったままそれぞれが響き合う表現を心から求めていたのでしょう。ここで思い出されるのがゴーギャンとの共同生活。二人は画家が集い、共に制作できる芸術家の家を夢見て、1888年に南仏のアルルで共同生活を始めました。その名も黄色い家。万物を混じり気のない黄色の光で溢れさせたいという願いを持っていたゴッホは、強烈な太陽を求めて南仏のアルルへやってきました。ところが、二人の共同生活はわずか2ヶ月で終わりを迎えてしまいます。お互いの性格や芸術論の不一致、金銭面での絶えない口論が原因となり、最後はゴッホが自らの耳を切り落とす事件を引き起こしてしまいました。混ざらずに引き立て合う、そんな理想を持っていたはずなのに、このような結果となってしまったゴッホ。人と共に生きることの難しさ、
心が壊れてしまうほど理想と現実のコントラストに打ちひしがれてしまう姿。でも絵を描くことに一筋の希望を見出している姿。事件の後の彼の自画像はどこか静けさがあって私はとても美しいと思います。あなたには大事な人や好きな人はいますか？その人と一緒になりたいですか？それとも一定の距離を保ったままでいたいでしょうか？私たち人間には一つになりたい衝動と自分自身でありたい衝動があるように思います。どちらかの衝動が強く前に現れているとき、もう片方は心の内にしまわれているのでしょう。ゴッホは自分自身を見失わずに他者と響き合える関係がこの世界のどこかにあるということを教えてくれました。ゴッホの残した色彩へのこだわり、私も手を動かしながら2色の隣り合う効果を探っていきたいです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画があなたの色を引き立てるものとなれれば幸いです。